大好きなスオンが父の体に剣を突き刺している場面でした。コヨはめっちゃ可愛い女の子なんやけど、狂気的なほど医術と筋肉を愛している変わった子でもあります。身分差や偽装夫婦を題材にした作品はたくさんあるけど、他と異なる点はヒロインであるユーリンの面白さ、珍行動やと思います。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、中華風ファンタジー漫画参戦、あらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。一作目は暁のような、漫画家は草薙瑞穂先生です。出版社は白泉社で、2025年5月上旬時点で45巻まで刊行されています。2014年にはアニメ化も果たした人気作です。あらすじです。主人公は暁色の髪を持つヨナ姫。ヨナは優しい父を幼馴染で護衛の白。時折城にやってくるヨナのいとこであり、思い人のスオーナに囲まれ、幸せに暮らしていました。ヨナが16歳になった夜、どうしてもスオーンと結ばれたいヨナは、父王に結婚を許してもらうようお願いしに行きます。しかし、父王の部屋にたどり着いたヨナが見たのは、大好きなスオーンが父の体に剣を突き刺している場面でした。護衛の白に助けられ、城から逃げ出したヨナ。白が大暗殺の犯人に仕立て上げられ、追っ手がヨナたちに襲いかかります。白が部族長を務めていた風の部族の都に到着してから、憔悴しきっていたヨナがわずかに見せる笑顔に胸を打たれます。暁のヨナは、明確な旅のゴールがあるわけではないよね。城の中で大切に育てられていた少女が、運命に翻弄されながらも仲間を見つけ、助けたり助けられたりしながら成長していく物語です。おすすめポイントは3点。1つ目はオリジナルの世界です。初代国王、飛竜王と同じ暁色の髪を持つヨナは、飛竜王を守った紫竜の戦士を探すよう神官に導かれます。45巻以上あるから様々な物語が入っとるんやけど、最初の旅の目的はこの紫竜の戦士を集めることなんよね。神官の下で暮らしていた少年、ユン、右手に竜の力を宿している白竜、キジャ、目に竜の力を宿している青竜、シンア、右足に竜の力を宿している緑竜、ジェハ、体に竜の力を宿しているオイ竜、ゼノ。彼ら一人一人に物語があって、その設定の綿密さに圧倒されます。2つ目のおすすめポイントは、真面目とギャグのバランスです。城を追われたばかりの頃はヨナと白の2人だった旅も、どんどん賑やかになり、ヨナの味方が増えていきます。ヨナ自身も弱いだけじゃいられないと思い、弓を習ったり、たくましく成長していく様子が魅力的。真面目一辺倒ではなくて、時折ギャグのコマが入ってくるところも、草薙瑞穂先生作品が大好きな理由の一つやね。草薙瑞穂先生の作品はどれも大好きで、ぜひ漫画家紹介の動画を作って、改めてご紹介したいと思っています。最後3つ目のおすすめポイントは敵サイドの心情です。ヨナからしたら裏切り者のスオンたちサイドについても語られる場面があるんやけど、彼らは彼らの理由で動いていて、決して悪とは言い切れないよね。ヨナの父王は周辺諸国と戦おうとしなくて国力が落ちていたから、国民にとってスオンたちの存在はむしろ喜ばれるものだったかもしれんっていう複雑さ。ヨナや白としてもスオンに対して王を殺されたという強い恨みはあるけど、昔の仲が良かった思い出が全て消えるわけではなくて、なんでだよっていう思いが一番強いよね。甲賀王国内部の空、風、火、地、水の5部族の人々や、そこでの暮らし、甲賀王国の周辺国である海底国、新国、西国、メリに練られた世界の中で、旅を続けるヨナたちの物語をぜひ見届けてください。2作目は、月下国キーデン。漫画家は、ヒムカトール先生です。出版社は角川で、2025年5月上旬時点で12巻まで刊行されています。あらすじです。主人公の少女、コヨには西洋医学を学んだ父がいました。祈祷やおそらく麻薬の類であろう薬で痛みをごまかす、眠狂が一般的なこの世界で、手術を行う西洋医学はとても珍しいものです。ある日、コヨの家に、身分を隠した皇太子、ケイユンとその従者がやってきます。深手を負った従者の治療を求めてきたのです。この時、父が不在だったため、コヨが代わりに手術をします。実は、コヨは一回も手術をしたことがなかったんやけど、天才的な記憶力と観察力を持つコヨは、ずっと見ていた父の手術を真似て、従者の傷の縫合を成功させてしまうよね。西洋医学の技術を政治に利用できると考えたケイユンが、コヨとその助手の死を王都に招くというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は感染病や医療の歴史も学べる点です。本作は血の美四重奏を書かれていたヒムカトール先生の最新作で、中華風の世界を舞台にした医療のお話です。看護系の大学を出られているヒムカ先生、半年にわたる資料の読み込みや、医療現場で働く友人の方の話を聞きながら描かれているそうで、作品内で出てきた病は、現代ではこう呼ばれていますと説明があったり、感染病や医療の歴史も学べる作品となっています。2つ目のおすすめポイントは美しい絵です。本作の魅力は何と言ってもその画力。華美な王宮の建物や妃、王子たちの衣装はここまで書き込みますかと思うほど繊細なんよね。主人公のコヨは西洋人の父の血を受け継いでおり、銀の髪と青の瞳を持つ美しい少女として描かれとって、彼女が駒にいるだけで華やかです。まだ幼さはあって、くるくると変わる表情も魅力的。最後3つ目のおすすめポイントは魅力的なキャラクターたちです。
コヨはめっちゃ可愛い女の子なんやけど、狂気的なほど医術と筋肉を愛している変わった子でもあります。医術にのめり込むあまり、患者より病そのものを見てしまう欠点があるのですが、皇太子、ケインたちと関わることで成長していく彼女にも注目です。個人的な推しは助手のシンなんですが、彼は彼で、かつて滅んだ南京国の人間という秘密があります。コヨを政治に利用しようとしていたケインも、だんだんと彼女を道具と思えなくなってくる人間臭さを持っています。魅力的なキャラクターたちがたくさん登場する本作を、ぜひご一読ください。3作目は、狼陛下の花嫁。漫画家は、カウタマト先生です。出版社は白戦社で、2009年から2018年まで連載していました。本編19巻と特別編合冊版1巻の計20巻で完結済みとなります。あらすじです。主人公のユーリンは、家計のやりくりをしながら、頼りない父と可愛い弟と共に暮らす平民の娘です。ある日、高賃金な仕事があると聞いて、王宮へやってきたユーリンなんやけど、その仕事は英国非常と恐れられる狼陛下、白蓮将の花嫁役を務めることでした。確かに高賃金ではあるんやけど、狼陛下が怖すぎたため断ろうと思ったユーリン。一度退席した部屋に戻ると、先ほどとは180度口調の異なる陛下の声が聞こえてきたんよね。実は、陛下こと蓮将には、人前での英国広な狼陛下と、ごく限られた人にしか見せない穏やかなワンコという二面性がありました。陛下の側近中の側近しか知らないワンコの目を知ってしまったユーリンは、断ることもできず、バイト先として過ごすことになります。おすすめポイントは3点。1つ目は、狼陛下の本性です。ユーリンに嫌われたくないから、狼陛下は全て演技だよ、と言ってる練習なんやけど、ただ二面性があるだけで、狼陛下もワンコもどっちも彼の本性なんよね。だから、ついつい狼陛下の面を出しすぎて、全力でユーリンに避けられ落ち込んでいる陛下が萌えポイントです。2つ目のおすすめポイントは、2人のすれ違いです。ユーリンは、狼陛下の面が怖いっていうだけで、気合っているわけではないよね。世話好きな姉子気質で、裏表がないユーリンなんやけど、恋愛方面には疎いから、狼陛下の色気にドキドキしてしまって避けとるんよ。ただ、陛下はそのことには気がつかなくて、また怖がられたと思って落ち込みます。ユーリンはユーリンで自分の気持ちになかなか気がつきません。この2人のすれ違いにやきもきするのも、本作の楽しみ方の一つです。最後3つ目のおすすめポイントは、ユーリンの人行動です。身分差や偽装夫婦を題材にした作品はたくさんあるけど、他と異なる点は、ヒロインであるユーリンの面白さ、人行動やと思います。カウタマト先生らしいコミカルなタッチで動くユーリンは、見ていて本当に楽しいです。大事なものをすべて切り捨てて王座についたレイシオは、ユーリンのことを大事に思っとるんやけど、大事であるがゆえに、いつかは手放さなきゃいけない存在だと思っとるんよね。ただ、ユーリンはとにかく行動力が素晴らしいので、いろいろ考えすぎてしまう陛下の予想を、軽く超えていく行動をしばしば取ります。酔った狼陛下に鼻を噛まれたユーリンが家出する、という予想外の展開もあり、爆笑必至です。普通パニックになったからって、バイト先が家出するか、バイトとして始まった二席先、もともと後ろ盾も何もなかったけど、その人柄だけで大臣の息子や娘たちなど、どんどん味方を作っていくユーリン。シュートと化している側近のリジェや大水の広大、二大勢力と言われる竜家や半家の人々など、脇役の人たちも魅力的な作品です。13巻までを第1部、14巻からを第2部として完結済みのため、ユーリンと狼陛下2人の物語がどういった結末を迎えるのか、ぜひ一気読みしてみてください。特に蓮章の過去話から通じる第100話が感類必至の回でした。以上、中華風ファンタジー漫画参戦でした。気になった作品はありましたか？皆さんのおすすめ漫画もぜひ教えてください。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。